イジの猪俣です。チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。こちらのチャンネルでは私がこれまで独学で綺麗に仕立てるコツなども工夫してきたことを皆様に少しずつ分かりやすいように配信するチャンネルになっています。普段は防具学園のバック講座の講師として活動しています。あとはオンライン講座の方も開講しておりまして、ミルームとクラス101、そして手芸の東海さんの方でもオンラインでリアルタイムに講座の方を開講させていただいています。で東海さんの方ではこれからですね、ご自宅でも受講できるようになりましたので、よかったら概要欄の方もチェックしてみてください。普段の制作の様子はインスタのストーリーでも紹介していますので、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。それでは今日も早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらが本体になります。そこを輪にして使用します。縦の長さは86センチ、横の長さは38センチになります。もしこの長さで取れない場合は2枚用意することで作ることができます。縦の長さは44センチ、2枚準備します。そしてこちらが持ち手2枚になります。幅は8センチ、長さは55センチ、2本用意します。そしてこちらはポケットのパーツになるものですね。ポケットとフラップ側と今回は2つに分けてみました。本体のポケット側の方は縦の長さが28センチ、こちらのフラップの方は22センチになります。幅は13.5センチです。そして今回はちょっとアクセントに使うタグの方を1枚用意しました。こちらお好みでご準備ください。なくても大丈夫です。こちらは、最後にフックとかつけられるようにループの方を用意します。こちらは6センチのものを準備しております。10センチ。それでは持ち手を作ります。持ち手はいつもバッグ作りの時に紹介しているようにまず2つ折りにして折り目をつけます。その後開いたら両方に合わせてこういう風にして四つ折りにしていきます。こうすることで厚みが均等になる方法になります。そうしたら際を縫います。まず本体に合い印を入れます。2枚の生地で作られる場合はまず最初に底の部分を1センチでつなげた状態で始めるようにしてください。こちらのバッグの入れ口側になるところに中央の合い印を入れましょう。2つ折りにしてハサミを斜めに入れます。そうするとこのような感じで V ができてきます。反対側にも同じようにして入れます。はい、このように中央の合い印がついたところで持ち手の合い印をつけていきます。この中央から6センチのところに印をつけて切り込みを入れていきます。2枚同時に重ねて切り込みを入れます。では反対側も同じようにします。そうしたら今回は袋閉じをしていきますので、まず生地を表面にします。生地を表面にした状態で両脇を留めます。底からだいたい10センチぐらい開けておきましょう。この底から上に向かって合い印を入れます。底の輪から5センチのところに印をつけます。もし縫ってる場合は縫った線から5センチのところに印をつけるようにしてください。同じようにして2枚を重ねて 5mm の切り込みを入れます。反対側も同じようにします。では合い印をつけ終えたところでこの合い印を内側に入れます。こんな感じにして
そこの中央が内側に入るようにします。はい、生地が表面になっていること必ず気をつけてください。そしたら両側を5ミリで縫います。はい、じゃあ縫い終えたところです。縫い代にほつれがあったらこの場面で切り落としておきましょう。そうしたら今度は裏に返します。裏に返したらコロコロオープナーなどを使ってしっかりと縫い代を倒しておきましょう。それでは両脇を7ミリで縫います。重なり部分は返し縫いをします。反対側を縫うときは面を変えて同じように入れ口側から下に向かって縫いましょう。でここ見えないんですけれども重なり部分返し縫いします。袋閉じの方法になります。家庭用ミシンの場合は押さえの端をこのまま生かして縫っても大丈夫なので、押さえの端を布端に合わせて縫ってみましょう。はい、これで縫い終えたところです。そしたら表にする前に合い印を入れておきます。このように入れ口側を自分の手前にして、この両脇に2センチずつの合い印と切り込みを入れていきます。2センチの印を入れましょう。入れたらこのミシン目を切らないようにしてギリギリのところまでで切り込みを入れておきます。反対側も同じようにします。それではポケットの合い印をつけていきます。ポケットの作り方は、以前の動画でも紹介しているんですけれども、今回は蓋の部分をちょっと分けてみました。蓋はですね、この裏面なんですけれども、裏面からこう重ねて表が見えるようにして2つ折りにしてください。ここがフラップの場所になります。このままクリップで留めておきましょう。タグをこう乗せていくような感じになります。続いてこちらのポケットの方は仕上がりとしてはこういう風になりますので、ここのポケット口のところを1センチの三つ折りにします。上から2センチのところに印をつけて切り込みを入れます。2つ折りにして5ミリほど切り込みを入れましょう。2枚重ねてやることで場所がずれにくいかなと思います。なので印をつけるのは1箇所で大丈夫です。はい、そうしたらしっかりと折り目をつけて2つ折りにしましょう。そしたらこの折り目がついたところに端を重ねます。でもう1回折ることで1センチの三つ折りになります。はい、そうしたらこの際の部分を 1.5 ミリで縫いましょう。家庭用ミシンの場合は裁ち目かがり押さえを使うと際のステッチがきれいに決まるので、是非お試しください。はい、これで際が縫い終えたところになります。そうしたらタグを縫います。タグの裏には両面テープを貼っていますので、このまま
両面テープを使って仮止めします。だいたい 2.5 センチぐらい離したところに仮止めしています。そしたらこれを1枚にしてぐるっと一周タグを縫います。2回目の角のところに来たところで裏にしてこのホワイトを引っ張り出します。出したら糸をよけてからそのまま縫い始めます。で、続きを縫っていきます。そしたら最初の縫い目に3目ほど重ねます。返しにします。はい、これで縫い終えたところです。こうすることでこの縫い始めの糸が出てこないので綺麗に仕上がってきます。タグをつけない場合はこのまま進めていただいてもいいんですけれども、裏表がこれで分かりやすくなるかなと思います。そしたら合い印を入れてポケットを作っていきます。ポケットはこの最初にポケット口を縫ったところに3センチの合い印を入れます。そしたら2枚を重ねて同じ位置で合い印が入るように 5mm の切り込みを入れます。そうしたらこちらのタグがついた面、これが完成した時にこういう風に出来上がりますので、この合い印にこのタグがついた面の方を重ねます。で、重ねたらこの余っている部分をひっくり返して上を重ねていきます。そしたら脇にタグをつけますので2つ折りにして右側のこのちょうど重なりがずれるところに合わせましょう。裏面とタグがついている面になります。そしたら両脇を 5mm で縫います。こちらが収納した時に見える面になりますので、そちらを意識して仕上げてみてください。はい、では縫い終えたところで表にしていきます。角もしっかりと折ってから表にしましょう。はい、そしたら今度は両脇を 7mm で縫います。家庭用ミシンの場合は押さえの端を使って縫っていきましょう。そしたら 5mm ほど手前で一度押さえを上げます。そしたらポケットの中央の合い印を入れるために2つ折りにして斜めにカットします。横 2mm 縦 3mm ぐらいのこの V の形を作ります。そうしたら持ち手を仮止めしていきます。まず本体を表にしていきます。縫い合わせが外側に来るようにして合わせていきましょう。そしたらこの端から2センチのところを縫います。仮止めなんですけれどもしっかりと縫います。分かりにくい時はこのようにマスキングテープを貼ってマスキングテープの端をこう合わせながら縫っていきましょう。
はい、そしたらポケットの方を重ねていきます。ポケットを中央の合い印に重ねます。ちょうど持ち手の間に収まってくるかなと思います。こんな感じで揃ってきますので、そうしたらポケットも持ち手と同じように端から2センチのところを縫います。はい、では縫い終えたところです。ポケットは後ろ面が見えている状態になりますので気をつけてください。そうしたらそのままパタンと倒しましょう。倒したら折り目をしっかりつけておきます。そしたら間のところも折り目をつけていきます。ちょうどこのようにすると2センチの2つ折りになります。2つ折りできたところで、最初に切った合い印のところを交互に倒しましょう。交互に倒して2つ折りにしたら、もう一度パタンと倒します。これでクリップで留めます。で、反対側も同じようにします。倒す方向が同じになるようにします。これで倒して、そしたらこの時この縫い代の倒れてる方向が同じようになるのが理想です。今回は前側に倒してます。これポケットの方が背中側になります。でこのままパタンと倒したら、ちょうど2センチで縫ってますので自然に降りてくるかなと思います。でクリップで留めていきましょう。はい、こんな感じで止まったところです。そしたらぐるっと一周際を縫います。縫い始めはこの脇から縫っていきます。裁ち目かがり押さえを使っていきたいと思います。通常は布がこの右側に量が多いと縫いづらいとされているんですけれども、やりやすい方法で、例えばこのアームカバーを外して縫っていただいてもいいですし、もし裁ち目かがり押さえを使う場合はこの状態でないと際が縫えませんので、この状態で縫っていくことになります。いろんな縫い方がありますので、いろいろ試してみていただけたらと思います。今回はこの方法で紹介していきたいなと思います。縫い始めていきます。右側に布がたくさんきますので、しっかりと布を避けながら必ずここの部分を平らにして縫っていきましょう。で持ち手がありますが、返し縫いはしないで縫います。裁ち目かがり押さえを使うとどうしても引っかかっちゃうので、目打ち使いましょうね。それでは縫い始めのところに来たら、最初の糸を切ります。最初の縫い目に重ねます。はい、これで縫い終えたところになります。そしたらこの持ち手をこう上に上げてステッチを入れていきたいなと思います。このまま四角く縫うこともできるんですけど、綺麗に仕上がらない時も多いと思うので、それに合わせてですね、今回はこちらの16番の赤い糸を使ってみたいと思います。でポケットは下げた状態で持ち手だけ上に上げましょう。そしたら今度はステッチなんですけれども、以前の動画でも紹介しているんですが、このようにジグザグに縫っていきたいと思います。はい、それでは最初はまずまっすぐ縫います。でちょうど持ち手が終わるところで押さえを上げて回転させます。そ
したら最初の糸を引いて同じところを縫っていきます。でもう一度押さえを上げます。今回は赤い糸なので3往復ぐらいにとどめようかなと思います。で今度少し斜めに入れます。もう一度押さえを下げて、ここで一回まっすぐに縫います。そしたら同じところをもう一度縫います。これで完成になります。今回はこのように隠しまちの基本のトートバッグの方を紹介させていただきました。でナイロンの生地で作っていますけれども、シーチングの生地などで作ることもできますので、よかったら試してみてください。で持ち手の方も、前回の大きなトートバッグに比べたら5センチほど小さくしてありますけれども、これでも十分肩にかけることができますので、この長さの方はご自身で調整していかれるといいかと思います。それでは収納方法ですね、紹介していきたいと思います。せっかくタグをつけたのにどこに行っちゃったのかなっていうところなんですけれども、ポケットを出します。そしたら畳みます。ちょうどこのポケットの後ろ側に来るようにしたら、ポケットをひっくり返します。ひっくり返して反対側もひっくり返します。そうすると最初につけたタグが見えてくるという感じですね。はい、いかがだったでしょうか。で仕上げにカラビナをつけることでバッグなどに引っ掛けたりとか、例えばまだ使わない時とかは収納時にですね、これ使えるかなと思います。でタグはですね、こういうふうにコンパクトにした時にしか見えないんですけれども、こちらはメインのバッグというよりはサブバッグとして活用していただきたいので、このようなデザインを、紹介させていただきました。よかったら参考にして作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。余談なんですけれども、今回作ったのはこちらで、これはポケットの中に入れるので、こちらはポケットの外側にしてひっくり返すタイプですね。このぐらい収納が違ってきます。こっちの方がどっちかっていうとこのバッグより小さいんですけれども、それでも収納する時のスペース的にはこっちの方が全然圧倒的に小さいですよね。なんかこういう風にポケットで工夫すると収納も変わってきますので、よかったら今回の動画参考になれば嬉しいです。もしこちらの動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。よかったらコメント欄の方からも感想などいただけると大変励みになります。